ましたもんね。もう無理ですもんね、こんだけ食べたら。でもなんと今食べてますけど。はいはいはい、あ、もうこれそれはもう仕方ないわ。何が？この子なんですけど、はい、この子ちょっと見てもらっていいですか。これすごくないですか。うわ、でかっ。いただきます。いただきます。いや、うわ、いただきます。そうなんだ。どうも、宮迫です。今日はちょっと、ある方が来られるということで、ある方って分かってらっしゃると思いますけども、ちょっといろいろお話をちゃんとね、はい、したいと思います。ちゃんと申し訳ございません。宮迫さん、おっと、せん。どうぞ。すいません、宮迫さん、ちょっと今日話あるんです。申し訳ございません。いや今日話あるんですよ。はい、はい、伺っております。いろいろやっぱりちゃんと話せてない部分も、はい、やっぱりもう LINE とかそんなやり取り、スタッフのやり取りとかばっかりだったので、ちゃんとお話をしないとなとは思ってたので、はい、喋りましょう。お願いします。行きましょう。びっくりした。一旦座りましょう。はい、お願いします。さあ、というわけで、はい、もう改めまして森田さんです。よろしくお願いします。いや、もう本当よろしくお願いいたします。もうお久しぶりです。お久しぶりです。はい、本当にいろいろ間接的には、はい、動画でちょっといろいろお話はさせてもらってるんですけども、そうですね、実際この2人で喋ることが久しぶりなので。そうですね。はい。あれ以来ですもんね、試食会以来。そうですね。森田さんの黒さん森田で試食した時以来ですね。そうですよね。はい。でももちろん森田さんの店にも行かせてもらって。もうあこの店の味に惚れ込んだ上でのお願いだったんですけども、はい、本当にいろいろこっちサイドのミステイクがあって森田さんの名前にすごく傷をつけてしまったっていうのがあるので、いやもうすごいなんか、はい、こんなに思っててくれてあんねんなって思いました今。いや僕はもう森田さん大好きなので。いやありがとうございます。すごい大変やったんですよ。はい、いやもう伺っております。ネットの世界ではやっぱりいろいろそのコメントとかいろんなことがあると思うので、いやあれ本当なんかこう僕は初めてやったんで、はい、結構心くるんやなと思ったら宮迫さんすごいなと思いました。あれ辛いっすね。辛いですよ。ほんまに僕は何度も経験してるので、品川署の品川区に、はいはい、慣れるしかないっていうのを教えられてるので慣れるようにはしてるんですけども。もうやっぱりやっぱり一般の方の、有名な方ですけど一般の方なのでそこはなかなか大変な思いをさせてしまったっていうのがすごく本当に申し訳ないなと思います。いやもう今日でもそうやって話できるのもすごい嬉しいですし、はい、そのなんか新しい新体制のもう見てワクワクしてるんで、今の体制になる前にはなんで森田さんともう一回やらないのかとかいろいろやっぱうちのコメント欄もすごくそれで荒れたので。そこも釈明動画みたいなのは何個か出したんですけど、はい、もうね出てる通りでもなかなか全部に伝わってるわけではないのでやっぱ森田さんがおっしゃりたいことも青白王子とおっしゃってる時とかでも喋っていただいてるんですけども、いやでもやっぱり、はい、僕動画がもし宮迫さんにこうなんか良くないことになったらなんとかめちゃくちゃ怖かったんで、本当喋れることはほとんどなかったです。改めて言いますと、はい、基本的に森田さんにお願いしてたのは試食の監修と日笠高級っていうのの選定の部分もともとだけだったんですよ。本来ならば最初の立ち上げから森田さんと一緒にやれたらよかったんですけどもご存知のことは絶対知ってると思うんですけどむちゃくちゃ忙しい方なんですでもとんでもなく流行ってるお店でそこの森田さんと一緒にっていうのはもともと不可能なことだったのでその2点だけをお願いする。で日笠高級ですよね。そうなんですよね。僕ねあれちょっと誤解されてる方がおられるので、そうなんですよ、いっぱいいるんですよ。それだけちょっとちゃんと詰めときたいんですけど、はい、宮迫さんがその日笠高級を選んでくれって言ってくださった時って日の目を浴びてない和牛交雑牛っていう、牛さんがいるんですけど、その牛さんにもちゃんとスポットを当ててあげたいなっていうことで森田が選んできた交雑牛があれこれこんな全然美味しくないそもそも和牛じゃないんじゃないのみたいなことが上がってたんでそれはちゃんと言っとかないとダメなんですけれども、和牛は和牛で選んでらっしゃったんですよ。でそこに交雑牛の日笠高牛っていう自分のブランドをつけることによって本来価値の低い牛さんにスポットライトを当てるっていうことをやられたんですよ。結局だからリーズナブルなもちろん高級なお肉も出すけどリーズナブルなお肉も出したいそこで
何かいいお肉はないのか、しかもその日の目浴びてないようなそういうお肉に光君と僕の名前を付けることによって日の目を浴びて実は美味しかったっていうことを伝えたいっていうことでお願いをしたので、もういわゆる交雑牛、その専門家の方からすると交雑牛はそんなにいい肉じゃないんじゃないのかとか言うんですけど、美味しいですもんね。美味しい。本当食べてうち試食した時もこんなに肉の味あんねんやって言ってね、美味しいです。すごいいい理念で、やっぱりもう僕もそれやりたいなって言ってやったんですけど、結果その試食会の時にドリップっていうね肉汁が出ちゃってたりとかしてたんで、あんなん選ぶのって森田どうなんみたいななってたんですけど、それでねその自分のブランドの森田中牛っていうのがあるんですけど、本当にいい牛で酒粕食べさせて育ててる熊本の牛なんですけど、それまでこうなんかあんまり大したことないんちゃうかって言われちゃったのが結構辛かったんですよ。ちょっと映像だけ見てしまうと、やっぱりそれは僕うちのチームの肉の扱いのもう完全なるミステイクでしたので、そこは本当に誤解しないでください。やっぱ生産者さんとつながってやってることなんで、できればそこは理解していただけると嬉しいなって思ってます。本当に誤解ですから。すみません。もちろんその紹介していただいたベスフーズさん、いや牛さんのとこですね。はい。もうでもなんかご迷惑を本当にすみません。いや本当にもうみんな応援してるんで。もうありがとうございます。はい。一点は少なくともやっぱりその頼まれたんだからちゃんと全部その試食会まで面倒見るべきだったんじゃないかっていうことと、あと森田がやっぱり作ったお料理はその皆さんが再現できないんじゃないかとか、あと美味しくないんじゃないかみたいなことがちょっと誹謗中傷であったんが、いやつらかったですね。いやもうこれはもう完全に否定しますけど、まず光君との試食会、もう大炎上した試食会なんですけど、あれは急遽決まった試食会で、その段階で本来ならば森田さんにやってもらうのがもう当然なんですけど、もうそこはいろんなスケジュール問題いろんなこともあってもう無理だなと、じゃあやったらあかんやんっていう話にはなってたんですけども、動画が回ってる最中なのでもうこれはこれでもう失敗ということで流そうっていう形になってしまったのが大きな間違いで、そこで森田さんにどれだけ迷惑いくかとかいうことまでを考えれてなかったこっちのミスなので、もうそれは本当にすみません。いやびっくりしました。なんかびっくりしたんですけど、そのなんか対応してそこからでも挽回できんやったらいくらでもやったんですけど、そこで YouTube とかで言うとまた余計荒れる可能性もあったし、これはやっぱり今は宮迫さんのご縁でいただいたものやったんで、ちょっと待ってた方がいいよねってなったんですけど、ご予約持ってらっしゃる方々に迷惑かかるのがやっぱり一番困るんで、それやったらもう鼻からやれへんかった方がええよねってならないようにと思って、やっぱりでもそこからの身の振りはすごい品性を問われたし、あの動画の中で自分の仕事はこれとこれだけやったんでこれは関係がないですって言った感じになっちゃってたんですけど、そうではないと。最後までやっぱ責任は背負ってたし、背負ってたんですけれども、それがちょっとなんか動けなかった、結果そういう誤解を招いてしまったところはちょっと辛かったかなと。結局関係性があるんで本来ならばそういう仕事のやり方は森田さんなさらないけど、僕のご利用しがもともとあったので、オムライスというボケでしたけど美味しかったですけどね、オムライス今まで食ったオムライスの中で一番高いオムライスだったかもしれない。ありがとうございます。そういうなんかちょっと僕のご利用しがあったもう簡単な話で言うとエンターテインメントとして協力をしていただいたところにちょっとこっちのミステイクでちょっと傷をつけてしまったので、それは本当に申し訳ないので。たまたま良かったのがうちのお客さんがね、誰も離れなかったし、それで誹謗中傷とかっていうのはお客様自体はすごい応援してくださってたんですよ。一件もなかったのが良かったなと思ってます。ただやっぱり来られる方々がすごいネットにも出てないところなんで、すごい楽しみにしてきてくれはるのに、あそこ行くねんって言った時になんか良くない情報が入るとお客様方の楽しみに傷がついちゃうのがね、良くないなと思って、だからちょっとでも自分もネットのニュース見て、森田の経営能力が足りてないからやとか、なんで森田はそれをこうしたんやとかってなったところだけが大変。そう経営には全然携わってないので、そこに関してはこっちがもともとしっかりした焼肉屋さんを作れる土台があった状態で森田さんに協力してもらうのが本来の筋なんですよ。そこが全然できてない、ど素人集団でやってしまったので、そこは森田さんは存じ上げないことだったので、そこだけは本当に訂正させてもらいます。なんで改めていろいろ伺っていろんな人の話を聞いて、やっぱり
プロと一緒にやらないと本来不可能だと。森田さんにお願いしようとも再度思ったんですけど、やっぱ本当にお忙しい、もう大人気店なので、もうそこは不可能だろうっていうのはもちろんあったので、今回の動画を見ていただいてるみたいなので、その本田さんという方と一緒にってなったんです。もう最高の経営者ですね。ちょっと一回ご紹介お願いします。はい、ぜひぜひ。はい。じゃあちょっとお呼びいただいて。本田さんちょっとお願いします。さあというわけで、はい、本田さんでございます。はい。お願いします。お願いします。お久しぶりです。よろしくお願いします。つながってんの？いや、そうなんですよ。はい。どういうこと？実ははいもともと森田さんが焼肉業界でかなり革新的な経営をされてるっていうところで、セミナーに実は2回ぐらいいただいたことがあって、はい、まさかのまさかの、はい、ちょっと待ってください。もうじゃあここの出会いってなんかすごい奇跡的な偶然じゃなくて、実は必然やったってことですよ。もうすでにそうです。それは驚きだし、なんか嬉しい驚きですね。森田さんのそのイベント、その講義を受けたもともとはなぜなの？なんか立ち食いの焼肉屋をまず最初にされた方です。6日会があって、はい。あと会員制も多分走りぐらいじゃないですか。会員制は多分僕の挟花からスタートして、今世の中にある会員券を売ってる。そうですよね。あれははい、うちのシステムが一番最初です。そうですよね。今結構ありますけど。はい。なかったんでね。あとはプロジェクションマッピング。ああ、そうそう。映像もですね、日本で初めて映像を使ったのがレストラン全部で僕のところが初めてやったっていう。なるほど、あれすごかったの。テンションむちゃくちゃ上がったもんな。よくよく考えるとこうつながってるんで、あ、よかったよねっていう。と思ってたんですよ。きっと森田さん、あいつなんやねんって思ってはんのかなと思ったら、ちゃんと理解分かってたってことですね。いや、そうですそうです。だからもうすごいですよ。すごい経営者です。ありがとうございます。嬉しい嬉しい。いやでもあれですよ、富山ですかね、からこうちょうどこっち出てきて、いろいろとハンバーガーとかいろいろチェーンっていうかハンバーガーとか運営されてて、で今回この焼肉やるっていうところはどうなんですか？なんかどんな感じなんですか今？気持ち的には。そうですね。もともと東京で焼肉屋でチャレンジしたいっていう思いはずっとあって、でそれでこのなんですかね、宮迫さんのチャンスが僕らもちろん僕らの挑戦にもなるし、宮迫さんのためにもなるかなと思って、はい、応募しました。これを聞けたらなんかすごく胸熱です。いやだからこのつながってるっていうことが分かったので、とりあえず牛宮所っていうのがオープンして、もうちゃんと形が成立した段階で、やっぱり森田さんとはリベンジはしたいんですよ。はいはい、ぜひぜひ。そこは森田さん監修のメニューとかも出したいので、コラボ的な。はい。いいですか？いや当然です。もう応援してますってもう他の動画でも言ってた通りですし、だからもっと早く会ってたら動画見てらっしゃる方々もすごい自然な流れやったとは思うんですけども。そうなんですよね。もうごちゃごちゃいろいろあったんで、なかなか時間が作れなくて本当遅くなるんです。すみません。いやでもタイミング良かったんじゃないかなと。ようやくちょっとコロナも落ち着いてきて、こういうのを見ると明るいニュースになるじゃないですか。でも本当に宮迫さん、すっごい大変やったんですよ。何なんですか試食会。ひどい試食会。いやひどかったんですよ。ね、本田君。やばいですね。あれは確かに本当にひどかったんですよ。いやもうほんま改めて見てほしいわ。今までしたことのない顔になってるから人生で。もうどうしたらええねんこれって。僕もでも初めて言いましたよ。もう誰にもお客さんとかに聞かれても、いやもうそんなことないですってずっと言ってきてたし、もう絶対評価が悪くならないようにと思ってずっと考えてて、でももう今日会って言って良さそうな空気やったんで言いますけれども、何なんですかあれ本当に。結果ままもし試食会がまあまあの状態で進んでたとしたら、もっととんでもないことになっていたので、間違いないですよね。それは今思うと怖いですね。もうこんなにダメな部分が見えてくるなんて夢にも思ってなかったので、そういう意味ではそこは全部改善できて、本田君と一緒にオープンを目指して、もうオープンに決まってるんですけど、
もそこができることが今は本当に正解だったと思うので、ただもういろんな方にご迷惑をおかけしたので、もう特に本当もう申し訳ございません。いや本田さんまでありがとうございます。ありがとうございます。こうやって本田さんともね、また会えたこととかもそうやし、やっぱりこうやって丁寧に遠い人に紡いでいけれるようにこれからも頑張っていきたいなと思います。優しいな。お願いします。ちょっともう改めましてもはいよろしくお願いします。改めましてよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本田君もありがとうございます。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。どうですか。ありがとうございます。なんか冬のなんかみたいな首脳会談の時のよろしくお願いします。お願いいたします。本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。忘れます。ありがとうございます。次回特別編容赦なき質問攻めお楽しみに。宮迫